Hello world! Today's video is sponsored by Tokyo Treat and Sakuraco. 皆さんお父さんがなんかヤクザだったとのことなんですけど、そうです。6年間もそのお父さんのボのに帰ってきたってことなんですか？あ、そうですね。体中その時やっぱ結構あざとかさあったりしたんですか？夜逃げみたいな感じで、でもなんかすぐ見つかっちゃって、でなんかまたシェルター暮らしみたいになりました。ガツ病みして。なんか人生最後の希望みたいな、これ目標に頑張るかみたいなところがあったんで、いけないのってなっちゃって、いいことなくないみたいな、てか人生よく考えたら今までいいことなかったくないと思って、なんで生きてるんだろうみたいになって。Hey, hello world! I'm Yuki from Japan. Today, I interview the daughter of a Yakuza. Children cannot choose their parents. So, their lives are determined by family they were born and raised in. Even in Japan, there are people who are not raised in good family. And I thank her for coming out and talking to us like this. Let's go! あ、どうも、こんにちは。こんにちは。おー、テアさん、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。おー、じゃあ、早速、これお願いします。はい。じゃあ、お名前聞いてよろしいですか？エンジテアです。テアさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。テアさんは今、なんかどんな活動とかってされてるんですかね？なんか地下アイドルのプロデューサーをしてます。お、地下アイドルのプロデューサー、すごいですね。アイドルプロデュースしてるってことは、アイドルとかもやられてるんですか？あ、そうです。一応メンバー兼プロデューサーみたいな形でやってます。現役アイドルにじゃあインタビューしてる。あ、そうですそうです。せっかくじゃあそのお美しい顔がありますので、マスク外していただいても大丈夫。よいしょ。お願いします。可愛らしい感じ。テアさんは今どこで暮らしてるんですかね？でもなんか自分の家がなくて、なんだろう、友達ん家を転々としてる感じです。あ、そうなんですね。ああ、なんかあれなんですかね。居候したりしてるってことは何かしら事情とかってあったりされるんですかね？でもなんか親がなんか生活保護で母親がで父親が捕まってるなんか前科があるみたいな、なんかどっちも定職とかについてないので信用がなくて。で借りれなかったって感じですね。私も学生なんで。なるほどなるほど。アパート借りれないで友達ん家を転々としてるってそうだから外国人の信用ないのと一緒。あ、そうなんですね。じゃあ生活じゃあそのクレジットカードとかも作れなかったりするんですかね？なんか楽天カード以外は作れないです。楽天カードだけちょっと緩いんですね。楽天カードおすすめです。あ、なるほどなるほど。ありがとうございます。テアさんは、はい、お父さんがテアさんお父さんがなんかヤクザだったとのことなんですけど、そうです。結構じゃあ危険な方だったんですか？でも危険な方でしたね。結構暴力的で、なんか猫を冷蔵庫に入れたりとか、なんか私めっちゃ子供の時だった2歳とかだったんですけど、なんかティッシュめっちゃ口に詰められたりとかしましたね。泣くのがうるさいから、なんか泣いてうるさいからうるさいのが嫌だからティッシュ口に詰めるみたいな。そんなことする結構じゃあやばいお父さんだったんですね。でしたね。なんかでもお父さんもなんかマジ家がなんか宗教をかけるヤクザみたいな家で、なんかおばあちゃんとかは変ななんか宗教にめっちゃ入信してるっていうかなんかそんな感じだし、なんかでもおじいちゃんがなんか家ってかその父方の実家に日本刀があったんですけど、なんか夫婦喧嘩した時に日本刀でおじいちゃんがおばあちゃんのことをめっちゃ殺しにしてなんかミスみたいになっちゃったみたいな。でおばあちゃんマジ血だらけでなんか病院運ばれるみたいなことがあって、ああやばいなーみたいな風に思ってました。そんな家庭で育ってたんですね。でもなんかめっちゃヤクザの中でも偉いみたいな感じじゃなかったらしくて、なんか嫉妬とかに生かされてたっていう話を聞きました。そうなんですね。じゃあ結構本格的なヤクザのお父さん。ちゃんとヤクザでしたね。なんか。なるほどなるほど。その時って何歳の時ですか？4歳か5歳です。なんかその大体酔っ払って帰ってきて物投げたり、なんかめっちゃ畳を包丁で刺してました。畳を包丁で刺してるみたいな思い出しかないですね。それってやっぱ恐怖心を味わわせて自分に言いなりにさせようとしてるとか、そういった思惑があったんですか？どうなんだろう。なんかそんなに考えられるようなタイプにも見えなかったですけどね。その後ってなんか生活とかって変わってったりしたんですかね？
あ、でもなんか母親が嫌がって、はいなんか夜逃げみたいな感じで、はいその父が歯医者に行ってる間に夜逃げしました。父が歯医者に行ってる間に夜逃げしたんですね。じゃあ普通に父がいる間に夜逃げしたら捕まってなんか暴行されてたとか何かそういった。あ、てか本当になんか追いかけてきて普通に、はい、なんか幼稚園のお迎えに来るふりをしてなんか誘拐みたいな感じのありました。あ、そんなことがあったんですね。じゃあ一回その父親に住んでるってことがバレたっていう感じなんですうかね。ん、普通にバレて、なんか言えばわかるらしいんですよね、市役所とかに。あ、そうだったんですね。なるほど。もう一回じゃあ一緒に生活しろっていう感じで迫ってきたってことですか。よくわかんないですね。なんかちっちゃすぎてそういう事情は分からずに、でもその時に父親が覚醒剤やってたんで、母が普通に警察に連絡して、そしたら覚醒剤持ってるよねってことで逮捕されてきました。ああ、そうだったんですね。なるほどなるほど。じゃあその家を出てってからの生活っていうのはどういう感じでされてたんですかね。でもめっちゃ普通に生活保護で暮らすって感じです。引っ越してなんかもう、でもなんかその間になんかシェルターみたいなのに入れられて、なんか DV 被害者保護施設みたいなのがあるんですけど、そういう児相みたいな施設で暮らしてましたね、しばらくは。1、2年くらいかな。そうなんですね。そこのシェルターっていうのは完全に安全が担保されて、そのお父さんとかにも見つからないように生活できたってことなんですかね。なんか見つかっても最悪なんか追い払えるみたいな、行政の方が効いてるみたいな感じで。なるほどなるほど。そうかそうか。そこではじゃあ普通に、その後は温厚に育って小学校とか入学するって感じなんですかね。まあそうですね。なんかシェルター転々として、その後に普通にアパート借りて生活始めて、大体その1年後くらいに小学校みたいな感じだったんで。シェルター転々とされたのってなんか理由とかってあったんですか。多分住む場所が決まらなかったとかじゃないかな。なんかあんまり長い時間住めないんで、シェルターって。規則で決まってるんですね。そうですそうです。だからちゃんとどこに定住するとかが決まらなければ、なんか別のシェルターに移されるみたいな感じなんですよね。そうなんですね。じゃあそれで決まらなくて、じゃあお母さんとかって仕事されてなかったって感じなんですか。してなかったですね。その後って小学校とか入ってからは大人にまで成長されたってことなんですか。平凡に。全然平穏ではなかったですね。なんかその母も結構恋愛体質みたいな感じだったんで、なんか彼氏みたいな感じで、なんか新しいパパよみたいなノリでなんか彼氏を結構変えてた記憶があるんで。なるほど。じゃあ新しいお父さん候補が結構入れ替わり立ち替わり。そうなんか言わなかったけど、それが割と普通に嫌だったんで、なんやこいつみたいな感じになるじゃないですか、子供からしたら。そうですね。でもその子供の頃だから前のお父さんに戻ってほしいとか、そういったことは絶対なかったですよね。なんかそれもなかったですね。なんかあんまり父親っていう概念がよくわかんないまま育ったんで。なるほど。なんか特に父親が欲しいとかそういうイメージも全くないですね。自分の覚えてる限りでお父さんというか、お母さんの彼氏は何回ぐらい変わってたりするんですか。わかんない。でもなんか本当に全然覚えてなくて、2、3回とかだと思うんですけど、5、6年の間でかな。なるほどなるほど。なんかその中でもうなんか自分のことを守って大切にしてくれて育てようとしてくれたいいお父さんっていうのはいなかったんですか。でもなんかやっぱその子供がいるのが嫌みたいなムーブをしてる人がよくいましたね。なんか母は好きだけど、なんか子供がもう、私と妹がいたんで、2人子供いるのはちょっとみたいな感じの人が多かった気がします。そうなんですね。じゃあそのお父さんとして代わりに来てくれた人ともあまりいい思い出がなかったっていう記憶なんですかね。なんかその1人を除いてそんな粗悪に扱われたってことはないけど、めっちゃ仲良くなる前に多分別れてる気がするんですよね。なるほどなるほど。じゃあその1人っていうのはどういう扱いをしてきたとかですか。そのなんか最後のなんか彼氏みたいな感じなんですけど、なんか小学校高学年くらいの時に、なんかもうこの人と結婚して暮らしたいからその人の家に行こうみたいになって、でそのなんかママの彼氏がめっちゃなんかめっちゃザ・ DV 男みたいな感じでやばかった。なるほど。じゃあ一番最後に外れくじ引いてそのままだから普通にまともな男の人は、その子供2人いてみたいなで、なんか無職でみたいな、結構なんか母も性格がなんかぶっ飛んでるんで、そういう人と結婚しない人ですよね。そうですね。なんかその人と生活してどんな感じのなんか扱いを受けてきたんですかね。パパっていうか、そのあれですね、ママの彼氏、どんな感じなんか。でもめっちゃなんかシンプルによくテレビとかで見る、なんか嫌なタイプの義理の父親みたいな、なんか普通に暴力振るってくるとかそういう感じです。暴力っていうのはその最初、例えばお母さんが付き合い始めて結婚する前とかからそういうなんか暴力を
力を振るうようなあ、そうなんですよ。だから結局結婚しなくてずっとなんか暮らしてるだけだったんですよね、一緒に。なるほどなるほど、うん、じゃあそれは初めて会った時からもう暴力みたいな癖はあったってことですか？初めてはなかったですね。だから最初の1年くらいはあんまりなかったけど、なんか変なところで切れる癖みたいなのはあって、それがなんかその武力行使みたいにだんだんなってきたみたいな。なるほどなるほど。じゃあ何かあれば武力で押さえつけて解決するみたいなじゃあジャイアニズム的な発想が親のお父さんにあった確かにあったかもしれない。なるほど。でもこっちはまだ若いし、その子供だし、まあ、武力で解決っていうふうに至らないし、まあ普通に抵抗することもできず。そうですね、抵抗とかはなんかでも口とかでは私もしちゃうんですよ。なんか結構典型的なクソガキみたいな感じの子供だったんで、私もなんかそれっておかしくないみたいなことを言っちゃうんですよね。でなんかそのまともじゃない人にそれっておかしくないって正論で言ってもどうしようもないじゃないですか。そうですね、だから結局なんか殴られて終わりみたいな、なんで怒らすのはダメでしょみたいな感じで一連のループでしたね。そうなんですね。やっぱりそのでも暴力によって支配されてるとだんだんその口答えすると暴力振るわれるってことがなんか頭の中にインプットされてそれが怖くなって口答えってできなくなると思うんですけど、それでも勇猛果敢になんか相手を攻めに行ってたっていうその正義感っていうのはどこで身についたものなんですか？でも何なんでしょうね。なんかありましたね。でも本当になんか小学生くらいの頃からなんかルールを破るなみたいななんかあれがあったんで、気持ちみたいなのがあったんで。なんですか、本当はお父さん警察官だったとかそういうことなんですかね？全然なかったんですけどね。なんかありましたね。ああ、なるほど。でもその暴力を受ける生活も小学校5年ぐらいからいつぐらいまで続いたんですか？高校1年生ですね。高校1年生までってことは1、2、3、4、5、6年間もそのお父さんの暴力に耐えてきたってことなんですか？まあそうですね。あー、なるほど。体中その時やっぱ結構あざとかさあったりしたんですか？あ、なんかそういう感じじゃなかったんですよね。なんだろう。確かにあんまなんか見えるところにあざとか作られはしませんでしたね。意外と賢くて証拠を残さないように暴力振るタイプだったとか。そうそう、物で殴るタイプだったんで、なんか自分でこうバンって拳が飛んでくるっていうよりは扇風機が飛んでくるとかそういう感じの暴力でした。ああ、そう。瓶とか。だからなんかかばえば避けれるじゃないですか。はいはい。そう。なるほどなるほど。でもなんかそういった暴力を振られてる、なんか自分の我が娘が暴力を振られてるところを見て、お母さんとかってどうしてたんですか？怒らせないのみたいな感じでしたね。お父さんの味方につくって感じなんですか？なんか味方とは言わずともなんかお父さんに反抗はしないって感じでした。ああ、やっぱお父さんに反抗できないのはなんか理由とかあったんですか？まあでもやっぱ金銭面じゃないんですかね。やっぱりお父さんが生活費とかすべてなんか出してくれてたから。いやでもなんか後から聞いたらそうでもなかったらしいんですよね。あ、そうなんですか。そうだから私はそうだから全部生活費とかを、そのママの彼氏が出してるからなんかママも逆らえないんだなって思ったんだけど、なんか後から聞いたらなんか私たちのお金とかは割と母が貯金とかバイト代から出してたみたいなことを言ってて、出してたのは生活費と食費みたいな、生活費っていうかなんかその家のお金、家賃と食費くらいでみたいな、なんか別にうちらの学費とかを払っててもらったわけじゃないらしいんですよね。そうなんですね。じゃあ最低限を払ってたけど、でもお母さんのバイト代だけじゃ少ないからやっぱ学費とか、まあ、制服とか買ったりいろいろお金かかるじゃないですか、そこでやっぱ暴力に耐えないとやっぱそれがなくなって学校に行くこともやっぱ困難になってたとか、まあ多分そういうことなんでしょうね。あ、なるほど。じゃあ高校1年生までお父さんと一緒に暮らしてたじゃないですか、そこからってやっぱなんか別居とか何か始めたってことなんですかね？あ、でもそう、なんかそれもまた夜逃げみたいな感じで、必要な荷物だけ持って私の高校の近くに引っ越したんですよね、その妹と母と私の3人だけで、でもなんかすぐ見つかっちゃって、そうなんか転校しろみたいになって、でなんかまたシェルター暮らしみたいになりました。またシェルター暮らしに戻ってしまったんですね。そうですね、5歳くらいの頃再来みたいな感じで。なるほど。人生やっぱ繰り返すもんなんですね。そういう家庭に親はやっぱ選べないですから。確かに、そこからやっぱり苦労とかって結構されたりしたんですかね？いやでもしましたね。なんかまずお金がないから、なんか暮らしもマジで最低限みたいな。なるほど。シェルターでの暮らしっていうのは、例えばなんか食料がまあこうやって配布されたりとかってするんですかね？Look at treat. You will get up to 20 of the latest, most exclusive limited edition and seasonable flavors Japanese snacks, which is only available in Japan for limited times like Sakura Pepsi, Japanese sake Kit Kats, and many more. This month's Tokyo Treat theme, spectacular snack and many Halloween-only treats such as sweet potato Kit Kat and caramel corn.
Or the ever popular Tokyo Layer Loaf is back with the maple pumpkin flavor. Madame Jerry, I like Madame. Madame. This Madame is delicious. Jelly sparkling grape. Sakuraco, you will receive 20 traditional and authentic Japanese artisan snack items including Japanese teas and one special Japanese tableware with your box every month. This month, this cool plate. Sakuraco helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's Sakuraco theme, Ibaraki Harvest. This is the Ibaraki collaboration issue, where you can enjoy the richness of Ibaraki's food culture. It contains confection with a variety of texture and flavors such as Ibaraki chestnut karinto, red azuma sweet potato, and Ibaraki blueberry manju. Great. Tokyo Treat Booklet. You can know the Halloween in Japan and strange and delicious snacks. Sakuraco Booklet. You can learn the secrets of Ibaraki's sweets and Ibaraki's culture. And what a deal! Enter the code Yuki on the first order via the link in the view overview section and you'll get $5 off! It's genius! あ、そうですそうです。なんかその日作ってほしい献立の食材みたいなのが配られて自分たちで作ってねみたいな。でなんか全家族分配られるんですよ。そのシェルターに4家族いたら4家族分の食材が配られて、じゃあ誰が料理するみたいな。修学旅行みたいな箱部屋に住んでるとかそういう感じ。あ、そうですそうですそうです。修学旅行のなんか襖で仕切られた部屋みたいな。一個一個部屋があるとかじゃなくて全部大きい部屋になんか仕切りがあってみんなでそこで住んでねみたいな感じでした。考えていたシェルターとだいぶ違いますよね。確かになんか別に寮とかそういう感じでもなく、なんかちゃんとマンションみたいな感じ、寮みたいな個室でもなく、ただちょっと広めの家に仕切りがあるみたいな感じです。なるほどなるほど。じゃあそれぞれ周りの家庭の方々も何かしら事情がある方がやっぱ多かったって感じですか？そうですそうです。みんなやっぱりその父親が DV でみたいなのが多かったですね。なるほどなるほど。そこでなんかトラブルとかってあったりしたんですか？トラブルはなかったですね。私ももうその時16歳とかだったので、なんかある程度なんか他人との距離感の取り方とか分かってたんで、なるほどなるほど。そんな人にグイグイ行くこともなければ、なんか無視することもなく、なんかちっちゃい子供のお母さんとかは特に大変そうじゃないですか。そうですね。シェルターでなんか私より年下のお姉さんがなんか子供2人連れてきてるケースとかがあって、年下のお姉さん。そういうのを見ると大変やなって思うんで、料理とかも結構なんかそのシェルターでやらないといけないこととかも積極的にやってたんで、そんなに揉めたりとかはなかったですね。めっちゃ円滑でした。なるほどなるほど。シェルターの中でもやっぱりそういう分担とかそういうのがいろいろあるってことなんですね。でもありますあります。お風呂洗って掃除してとか。それってやっぱ学校の行事とかと両立できるような感じなんですかね。学校の行事、例えば学校に通いながらシェルター、いや違うんですよ。シェルターに入ってる間って外に出れないんで学校とか通えないんですよ。ダメなんですね。そうなんです。外出全部ダメなんで、だから4ヶ月ぐらいかなシェルターにいたんですけど、マジで一歩も外に出なかったです。そうなんですか。それだけやっぱりじゃああれなんですね。暴力から逃げてる人とかそういった訳ありの人で、じゃあ絶対その場所も極秘で、食料が何か政府に雇われたどっかの企業から配られてくるっていう感じ。そうですそうです。なるほど、そうなんですね。じゃあその中で娯楽とかって何かあったんですか？でも本読んでました。なるほどなるほど。じゃあ携帯とかって触ることできたんですか？携帯もダメですね。電子辞書もダメでした。電子辞書もダメなんですか？なんか多分そのシェルターの管理してる人がおばあちゃんとかだから、なんか電波飛ばすやつは全部受信機みたいなのついてるみたいなようわからん考えのもと没収されてました。だからかわいそうだったのは小学生くらいの子とか DS とかも没収されてたんで、ガチやることないみたいな。なるほど。じゃあただ本当に飯を与えられるもう家畜の豚じゃないですけど。でもそんな感じです。なんか本当に生きてるだけみたいな。なるほどなるほど。とりあえず最低限その暴力から逃れられたからそこから考えろ。でもシェルターにいる間ってお金稼げないじゃないですか。そうですね。だからそこから脱出するってどういうふうにすればいいんですか？でもなんか役者の人がシェルターに住んでる間に生活保護でも住める家みたいなのを手配してくれて、それがなんかこうその見つからなさそう DV って見つからなさそうなところであればそっちに住み替えるとかになると思います。なるほどなるほど。じゃあその生活保護でも住める家とかってそのうち見つかったってことなんですかね？そうですね。シェルターを転々としてる時になんか受け入れ先がなんかなさすぎて自
母の実家が沖縄なんですけど、実家に帰れって言われて、そう沖縄に飛ぶことになったんですよね。沖縄まで飛んだんですね。そうなんですよ。高1の冬くらいにシェルターに入り始めて、高2の夏に沖縄に行くって決まって沖縄に引っ越すみたいな。そうなんですね、じゃあ沖縄からはやっとお父さんからも逃れられて、安全な生活をまた手に入れたってことなんですかね。まあなんかようわからん脅しとかは来てたけど、まあそんな直接来ることもなく大丈夫でしたね。脅しか。じゃあそのシェルターにいる間とかもちょいちょい脅しだとかってそういうのは聞いたんですか？でも携帯とか没収されてるんで、脅されてたとしても見れない。でも一回ポストになんか怪しい手紙みたいなのが来て、それで別のシェルター移れみたいなのはありましたね。そうなんですね、なんかちょっと疑問に残るんですけど、新しいお父さんって子供のことを結構嫌って、お母さんと一緒に暮らせればいいって感じで子供をなんか邪険に扱うような感じじゃないですか、それでもやっぱりなんかまた子供にそうやって嫌がらせするってことは、また何か一緒に暮らしたいとかそういう欲があったってことなんですかね。でもなんかもうその虐待みたいなことはしないから一緒に暮らしたいっては言ってましたね。結局孤独になるのが嫌なだけだと思います。なるほどなるほど。それでまた自分の人生を取り戻したいから、沖縄で引っ越しして、でまた元の人生を取り戻せたってことなんですかね。そこからでもそもそも母が割と精神に異常をきたしてなかったらこんな生活にはならないと思うので、なんかその暴力振るってくる人が減っただけで、なんか母の異常性はそのままで生活するんで、別になんか異常者が一人減っただけだから。お母さんが異常だってことはもう子供ながらに気づいてたってことなんですかね。でもやっぱ高校生ぐらいに気づきましたね。なんかママは割と優しいって思ってたんでずっと、もうなんか おかしいよなみたいな、なんか責任転換癖みたいなのがすごいあって、なんかこうなっちゃったのはママのせいじゃないみたいなって言われても、子供の私たちからしたらってなるじゃないですか。知らんけどみたいなでもうちらお前が連れてきた男で暴力振られたわけじゃんみたいな感じなのに、いやママのせいじゃないからみたいな感じなんで、やばみたいな思って、でよく考えたらお母さん定職にも就くわけでもないしみたいな。なるほどなるほど。じゃあその時からもうお母さんに疑問を抱いてて、いずれ一人で暮らさないと多分自分の人生ダメになるとか、そういったことを考えてたってことですかね。でもそうですね。なんか母もなんか依存癖みたいなのがあるんで、なんか結構妹となんかドロドロに好きみたいな感じだったんですよ。でなんか結局私は邪険に扱われるんで、なんかそういうの見てるとなんかおかしいよなみたいな。なんか家庭内だと私が異常者なんですけど、普通に学校とかに行ったらやっぱおかしいよなって思うこと多かったんで、一緒にいない方がいいなって思いましたね。そうなんですね。高校卒業するまではちゃんとお母さんと一緒に生活してたってことなんですかね。高3の冬くらいに家出しました。家出したんですね。家出しちゃいました。一人で家出したんですか？そうです。飛行機乗って名古屋で一人暮らしの女子高生です始めました。そうなんですね。それはお母さんにバレないように夜逃げみたいな感じですか？いやゴリゴリにバレてたと思います。普通に出てきました。なんかしれっとなんか距離気づいてじゃあねみたいな感じで出てきました。そうだったんですね。そうか。なんか連れ戻されたりとかってしなかったんですか？でもそこまでなんか私に対してこだわりはなかったと思います。やっぱ私は言うこと聞かないけど妹は言うこと聞くんで、だったら言うこと聞く妹と一緒にいた方がいいじゃないですか。そうですね、その母親から逃げて一人で、自分の人生を新しく作り直したかったっていう思いがあったんですかね。いやそうですね、その頃ってやっぱりまず自由になることを考えて生きてたってことなんですか？でもそうですね。なんかやっぱりなんかその子供の時ってなんか居場所の基盤家庭しかないじゃないですか、だから結構きつくて、なんか家に帰ってもなんかめっちゃお母さんと妹がラブラブで、なんか妹が私になんか嫌な態度をとってもしょうがないよねみたいな感じだったんで、でもなんか渋いなと思ってて、どうしようみたいな、このままじゃ嫌だなと思って、でも母にもこのまま家にいて沖縄の琉球大学っていう大学があるんですけど、琉球大学行きなよみたいな感じだったんで、それは渋いなみたいな感じで、絶対に一人暮らしできそうで、かつなんか母も父も中卒だったんで大学に行きたかったんですよね。なるほど。なんかちょっと学歴でアド取れば人生割とうまくいくかもしれないなみたいな風に思って単純なんですけど、なんかやっぱ親と違うことをしないと親になっちゃうわけじゃないですか。そうですね、それが嫌だなと思ったんで、親と違うことをしようと思って大学に
行くために勉強しててみたいな。でも自分の人生としては、他の人より学校行く期間も短かったし親からも暴力からまず逃げること、まずは普通に安全に暮らすことから始める段階じゃないですか。そうなんですよ。安全に暮らす基盤がないのに勉強してたんで、結構ちゃんと病んでましたね。なんかつらみたいな。あとなんか母が大学行ける詐欺を高2の時にしてきて、なんか私はその県外の大学に行って一人暮らしできると思い込んでて、それもバカな話なんですけど、できるわけないじゃないですか、生活保護なのに。できないのにできると思ってて、でもなんか高3になるくらいの時に無理だよみたいな、県外の大学なんて行けるわけないじゃんみたいに言われて、死ぬってなってガチ読みして、なんかその最後の砦みたいな感じだったんですよ。大学に行けることが県外のなんか人生最後の希望みたいな、これ目標に頑張るかみたいなところがあったんで、いけないのってなっちゃって、いいことなくないみたいな。てか人生よく考えたら今までいいことなかったくないと思って、ないじゃんってなって、なんで生きてるんだろうみたいになって、なんか昔のこととか順々に思い出してったらなんか病んじゃって、今まで忘れたふりしてたけど本当は辛かったんだって思って、無理しのってなって、なんか3回くらいミスして、でなんか親に気づかれて、いや様子がおかしいぞみたいなで、精神病棟ぶち込んだろみたいな感じで病院に入院したら、めっちゃ気分良くなったんですよ。入院最高みたいになって家より精神病棟の入院が最高なんてことあるみたいな、やっぱ外出なきゃダメだと思って、なんかめっちゃその入院してる時に調べまくったら、なんか国公立の大学だったら学費が免除してもらえるみたいな。で学費免除ってことは一人暮らしをする資金さえ集められれば通えるじゃないですか、県外でも。いけるかもと思って勉強しようと思って、もう一回勉強し始めましたね。それでなんとかその根性で、自分の人生を取り戻してやろうって気で、なんとか食らいついて、大学まで行って自分の人生を勝ち取るっていうところまで来てると思うんですけど、その後ってどういった人生を送られてるんですかね。でも結局高3の大学入試失敗しちゃって、塾講のバイトしながら大学受験して、そしたら受かったんで、その受かった大学に行ったんですけど、なんかこういまいちパッとしなくて、なんだろう、私は死に物狂いで勉強して、正直2回目の大学受験で国立どこも受からなかったら普通にと思ってたんですよ。そのくらいの覚悟決めてやったのに、なんかみんな当たり前に生活できる環境で普通に勉強して受かってきたみたいな感じがすごい悲しくて、なんか何が悲しかったんだろう。なんか私がめちゃくちゃコスト100くらいかけてきたのに、みんなコスト50くらいなのがなんか辛くて、でそれで大学生活もみんな普通に自分家があるから、バイトした分のお金は自分で使えるみたいな感じじゃないですか。でも私はバイトしてそもそも生活を成り立たせないといけないから、なんかその差が埋まらないのがすごい悔しかった。なんか、やっぱ自分が普通じゃなくて、まず身の安全を確保するところから始まってるから、普通に幸せに親に愛されて、で何の苦労もなくというか、勉強普通にするぐらいで、普通になんか笑顔で楽しそうに、なんか家に帰ればお父さんお母さんがいて、普通に大学のキャンパスライフを味わってる人を見ると、やっぱり劣等感とか感じることがあったってことですね。めっちゃ感じましたね。なんか当たり前じゃないんだ私みたいな感じで、あと価値観の共有ができなかったのが辛かったですね。なんかテスト前にバイトとかしてても、なんでバイトしてるのみたいな、テスト前なのにみたいな、そんなにお金欲しいみたいな感じで言われるのが辛かった。なんかいや私は生活のためにしてるんだけどなみたいな。でもそんなの言えないじゃないですか。たかが友達って言ったらあれですけど、その知らないから。なるほど。じゃああれなんですね、本当に普通の生活っていうのになんかあれなんですよ、子供の頃からっていつか気づいた頃からやっぱ憧れてたっていうか、そういったところがあったんですかね。でもそうですね。なんか普通に服とかも買ってもらえなかったんで、なんか普通がめちゃくちゃ羨ましかった。なんかもともとあるものが私にはなかったから、その埋まらない空虚さが辛かった。そうなんですね。普通に大学生することが私にとってはハードルが高いわけなんですよ。学費用意して、教材用意して、生活費用意して、自分で洗濯とか家事もして、バイトも行って、学校も行かなきゃみたいな。で学校も奨学金もらってたんで、ある程度高い成績を取らないと奨学金が打ち切られるみたいなプレッシャーもあったんで、
でも周りの子普通にのほほんと生きてるとムカついちゃうんですよ。どうしても心狭いんで、なんかなんでみたいな感じでずっと思ってて、それでやっぱ人と同じことしててもなんか人と同じになれないんだから、どうせこの空虚さって埋まらないわけじゃないですか。ずっとただ同じ距離が空いたままみんなと一緒に生活していくんだったら、なんかちゃんと自分のやりたいこととかなりたい自分みたいなのを見つめ直して、何かを別のことをやらないといけないって気がした。なんかそこまで自分が可愛いとか全く思ったことなかったんですけど、美容師がめっちゃ褒めてくれるんですよ。冗談でなんかアイドルになれますかねみたいな感じで言ったら、いけるいけるみたいな感じで言われたんで、いややってみるかみたいな感じになってアイドルやることになりました。なんか私何でもかんでもなんか人生かけすぎなんですよ。大学受験する時ももうこれしかと思って大学受験して、アイドルやった時もなんか人生どうせなんか頑張れる期間なんて少ないじゃないですか。なんか人生一生頑張るっていうのが多分無理だと思ったんで、ここだけは頑張ろうみたいな気持ちでアイドル始めたのに、こんななあなあで済まされても嫌だから、なんかちゃんと自分で満足いくまでいいものを作ろうと思って自分でアイドル立ち上げました。おお、素晴らしいですね。なるほどなるほど。まあ常に背水の陣の中から人生を生きてきた中で、そこでようやく見つけたチャンスですから、まあそれを最大限に生かしてコンプレックス抱いて劣等感にまみれて、で普通の大学生にようやく一発逆転できるっていう最大のチャンスですから。そうですね。ちなみにアイドルのグループ名は何ていう？アイドル失格です。アイドル失格、すごいインパクトですね。人間失格からオマージュしました。なるほどなるほど。じゃあ将来的には自分たちもなんか全国で売れていってスーパースターになってっていうことがやっぱあるんですかね。最終的にはみんながアイドル失格のことを見て、あ、いいな楽しいなみたいな、ここはなんかいい場所だなみたいな風に思ってくれて、それでなんかまあ各地に行けるようになる、その全国とかでライブできたらいいなって感じです。なるほど、素晴らしいですね。じゃあ明日ライブに向けて最後頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel. Bye bye. And please follow my Instagram and Twitter, please.